本日の労務相談 QA を始めさせていただきます。今日はですね、懲罰委員会の役割と開催時の注意点ということで、ご質問内容としましては、たびたび規定に違反し、懲戒事由に該当した社員に懲戒処分を行いたいと思います。弊社の就業規則には、社員の懲戒は懲罰委員会の議を経てこれを行うとあり、今回初めて懲罰委員会を開催します。懲罰委員会の役割と開催する場合の注意点を教えてください。というご質問内容になります。まず、この懲罰委員会ですけれども、これはですね、基本的に就業規則上のですね、ルール、俗に言うその含む規律というものにですね、違反した場合に、就業規則等規定類に基づいてですね、懲戒というものをその程度に応じてですね、行うわけなんですけども、その場合にですね、起こった事案に対して、含む規律違反の事案に対して、どのようなですね、懲罰、懲戒、処分というのがいいのかというものをですね、決めるために行われるものということになります。そこで重要なのは、事実関係の把握ということと、その処分っていうものの適正についてですね、判断することになりますので、事実把握というのが非常に重要な部分になってきます。懲罰委員会っていうのはそういう役割を果たす組織であるということになります。で、まず手順としましては、事の事実をですね、正確に把握しなければ判断がつきませんので、事実関係の把握というものにですね、重きを置いて取り行うことになります。で、その場合に重要なポイントっていうのが、本人のですね、言い分というもの、俗に言う弁明の機会を与えるという話になりますが、必ずですね、これは必要になります。事実関係を把握するとき、例えばハラスメントとかの対応もそうなんですけども、やっぱり片方のですね、話を聞いてということだけは判断できませんので、両者の言い分というものをきちんと聞いてですね、判断することになりますので、この場合も、含む規律違反を起こした本人の言い分、弁明の機会を与えて、しっかりそれをヒアリングするということが重要になります。で、あとですね、実際の判断にあたりましては、必ずですね、就業規則のどの部分にですね、該当するかというところの判断を適正に行う必要があるということになります。ですので、就業規則上にですね、懲戒処分の該当事由というものが、通常書かれていますが、内容というのは、本来はよりですね、詳細に、抽象的な形ではなくて、より詳細にきちんとですね、条項、項目を用意しておく必要があると。で、この条項に当たるからこういう処分を行うんだっていう、客観的に見て、それがリンクするような形を取る必要があるということになります。あとはですね、処分の重さがこの事案について事実関係を把握した上で、どこが適切なのかと、どの重さが適切なのかというのを、そこをしっかり判断していくことになります。懲戒処分の中には、検責であるとか、減給であるとか、出勤停止であるとか、降格であるとか、諭旨退職であるとか、懲戒、一番重いものが懲戒解雇ということになりますが、そのバランスというものがですね、しっかり取られてないと、いわゆる、越権行為といいますかですね、そういった処分が行えたとしても、簡単に言うとやりすぎという判断になるということになってきます。で、次にですね、注意点というところで、さらにですね、お話を加えますと、まずは弁明の機会の付与というのは先ほど触れたところなんですけども、今回は懲罰委員会というものが会社においてですね、設けられてて、その規定運用ルールに従って行われるところでありますが、こういったものがですね、懲罰委員会が設定されてない会社さんなんかもあります。で、その場合であっても、やはり弁明の機会を付与することは絶対的に必要なので、委員会の設置がなされてなかったとしても、弁明の機会は必ず付与するということがポイントになっています。あと、委員会構成とかがされててですね、その運用ルールが決められているということであれば、そこに記載されている手続きというのは必ず遵守するということになります。就業規則等規定類もそうなんですけども、会社で決めたですね、就業上のルールであるとか、そういったものをきちんと定めている以上ですね、会社としてはある意味、こういう手順でこういうことをやりますよということを明確に宣言している状況になりますので、自らですね、宣言している内容というものを履行しないというのは、全くもってですね、話にならないということになりますので、必ず規定化してあるんであればですね、その通りにきちんとことを行うということになります。この辺は就業規則なんかに規定することも同じ考え方ですね。やれもしないことは絶対書かないということですね。規定上の遵守とルールを遵守するということが重要です。
で、あとはですね、公平性を確認するということで、場当たり的な対応にならないということが重要になります。過去にですね、同様の事案で、例えば検責処分というようなことがあったと。で、事案が違えば話は別なんですけれども、全くですね、同じような事案であるにもかかわらず、今回は出勤停止だとか、バランスの取れないですね、場当たり的な対応をすると、それはですね、恣意的に行われているんではないかというようなことにもなりかねないので、そこはですね、注意するところであろうかと思います。あとですね、一つの含む規律違反に対して二重の処分はしないということですね。一つの行為に関しては処分は1回だけということで、これは難しい言い方でいくと、一時不再理の原則とかっていう話になるんですけども、こういったこともですね、重要なポイントとして理解する必要があろうかと思います。以上がですね、大体のポイントになります。問題社員への対応とかですね、こういったことで就業規則上に照らしてですね、いろんな対応を求められることがあろうかと思いますが、処分するということは、それだけ重い話になりますので、適切なですね、運営を心がけていただければと思います。以上で本日の労務相談 QA は終わらさせていただきます。